の名前どうやって読むのかな。トレジャー3、トレジャー3、それともトレジャー2、3つとも OK、 どれでも OK。 トレジャー G さん、トレジャー G さんです。わしを育ててくれたおばあちゃんはよくね、ありがてえこんなない本当にありがてえこんなないこれ口癖みたいに言ってたんだよね。忘れられないね。今でもよく蘇ってくる。本当にありがてえこんなない何につけしみじみとありがてえなっていうことで言ってたんですね。ありがてえこんなない。今日は原動力と見晴らし、人類の持っている究極の技術、まこと乗るみたいな感じで、ちょっとじゃんじゃかじゃーんって始めたい欲求ってやっぱあるんだよね。まこと乗る、人類の持っている究極の技術、まこと乗るみたいな感じでね、だんだん続けてるうちに板についてくるのかね、こういうのってね。どうね、原動力と見晴らしイエーイみたいなね。この原動力っていうのはどういうことかっていうと、今日のポイント3つあります。1つ目、これ原動力、モチベーション。2つ目、これは見晴らし、ビジョン。そして3つ目のポイント、2つを1つに結びつける。誠のりとポジティブワードですね。これを昔ながらの日本では誠と言ったり、のりと言ったり、2つ合わせて誠のりとと呼んだりしたんですね。この誠のりとを生み出すにはどうしたらいいのかということで、先週からお話をしております。今日は究極の技術誠のりと、そこから全ての現実を生み出していってしまう人類が与えられた究極の技術とも言うと言っていいんじゃないかな。どう？いいよね。人類が与えられた究極の技術と言ってもいい、この誠乗るという技術の中でも、わしなりに見出した究極のさらに究極の技術みたいなことをお伝えできたらと思います。よく聞いてね、これはいけるって思ったらね、誠のりとの生み出し方、ポジティブワードの生み出し方として、これはいけるって思ったら、ぜひね、まぶたの裏に金色の糸で縫い付けておいてください。これアラビアの人たちの言い方なんだな。アラビアンナイトによく出てくるんだな。それは素晴らしい。まぶたの裏に金色の糸で縫い付けておこうみたいな感じかな。一つ目、本日のポイント一つ目いきます。モチベーションをはっきりさせる。モチベーション、日本語で言うとモチベーションね、英語で言うとモチベーションみたいな感じかな。これはね、日本語で翻訳した言葉で言うと原動力みたいな感じなんだよね。原動力、はっきりさせる必要がある。自分のモチベーション、自分の原動力をまずはっきりさせる必要がある。原動力、どういうことか。人からお前それはやめとけよ、その年になって老齢 YouTuber とか言ってからかわれるから、その年になって YouTuber とか始めるのやめておけよみたいに言われたとしても、ついついしてしまう。やめろと言われてもついついしてしまう。周りの人にお前それみっともないよ、お前それ面白くないよってもし言われたとしても、ついついしてしまう。そうやってだんだんやり方を習得していく。だんだん楽しみ方を覚えていって、周りの人たちにも楽しんでもらえるようになるだろうみたいな、そうしたことをね叶えていったらいい。実現させていったらいい。続けていったらいい。それがね、あなたのモチベーションなんだよ。人からやめろと言われても、人から止められても、いや隠れてこっそりでも自分はこれをやってしまう。そしてもう一つ、原動力を発揮させるコツがあるんですね。原動力をはっきりさせるには、自分はねこれをやっている、これをやっていて、例えば私は踊り続ける。踊っていく上で多少の苦労やしんどさ、大変なことがあったとしても、それ平気ってこと。そう思った。
で人から見るとすごく苦労に大変そうにしんどそうに見えることが、こちらにとってはむしろワクワク楽しかったりする。それってね、大事にした方がいいことだよ。原動力だと思う。原動力を感じられることだと思う。そんな苦労と思えませんね。自分はこれを本当したくてたまらなかったし、してる自分が大好きです。だから苦労だって思わないんです。そういうモチベーションを発見するの。自分がね、したいと思うこと、かつて諦めた夢、したかったことね、大きな画用紙にマッピングっていうんだよね。全部洗いざらい書き出して並べてみるの。どんな夢を自分は諦めたんだろう。どんな夢を隠して抑えてきたんだろう。どんな夢をないことにしたんだろう。ね。夢ばっかり見てるから人はいけないんだよ。ね。現実を見ようよ。俺夢諦めたから全部楽になっちゃったって。こういう人たちに限って実はものすごい欲求不満を抱えて叶えられなかった夢に苦しんでたりするの。夢はね、叶えることで力が開いていくんだから、モチベーション、ぜひとも自分はこれが好きだからやってみようってことだったら、行動して誠のって叶えた方がいい。ね。バカなことが好きだったらやろう。バカやろう。エロが好きだったらエロやってみよう。悪もそこそこにやってみよう。だって人の命の底からの欲求ってね、命の立場からしたら当たり前でも、社会的に見たらエロ、バカ、悪が多いですよ。人が命の底からの欲求を叶えようとした時、自覚したら、あ、なんて自分ってエロでバカで悪なんだろうって思いますよ。人間の三大本性ですよ。とっても魅力的な三大本性、エロ、バカ、悪ね。そういうモチベーション大事にしよう。これ一つ目のポイントです。二つ目、見晴らしビジョン。どういうことか。これはね、欲求ってあるよね。おしっこ我慢。欲求だよね。もう我慢しないでおしっこした方がいいよね。お腹すくよね。食べたくなるよね。これはね、願望っていう広く長い空間とか時間、先のこととか考えないで、とりあえず目先の欲求、ディザイア。これ欲求ってあるでしょ。そしてわしらはね、もしトイレに行くのあと10分我慢したら子供の命10人救えるって分かってたら我慢する人多いんですよ。この世の中の人がね、このぐらい幸せになるんだったら、自分は1日1食以下3日間何も、飲み物だけはいただきつつ何にも食べないで過ごしてもいいって人結構いると思うの。我が子が元気になってくれるんだったら3日何も食べないでいいって、そういう親っていると思うの。それはね、わしら全人類に向かってのビジョンを持ってるからなんだよ。ジブリ映画見て感動したことある人だったらみんな知ってる。わしら大きな夢をね、一旦大人になった時に諦めたかもしんない。誰でもみんなね、仲間と力を合わせて大冒険しながら世界人類を幸福にしたかったりするんだよ。世界人類みんなに、世の中みんなに喜んでもらいたかったりするの。だからビジョンってのは世の中みんなと関わってたりする。世の中に自分が属していて、そしてみんなの力になれる。これが幸せよ。人としての幸せは、おしっこしたいからしっこ、何か食べたい、ほら食べ物くれくれ、ああうまかったって、それだけじゃないの。人としてのね、生まれつきの願望がある。小さな子見てたらよくわかる。もう早速お母さんごっこして、自分のことママってお母さんって呼んでって言って、ぬいぐるみ背負って、ぬいぐるみにいろいろ食べさせて、いろんなこと受け継ごうとしてるの。大事なことを話して聞かせて、大事なことね。赤ちゃんでもそうなの。ちっちゃい子でもそうなんだよ。みんなに喜んでもらいたくて、よくうちの子なんかも言うの。これパパのだよって言うとね、みんなのっていうの。で、ターちゃんっていうの、タナソエル姫っていうのね、うちの娘ね、一人はね。ターちゃん、これターちゃんのだからねって言うと、ターちゃんとノルちゃんの妹ね、マコトノル姫っていうのね、ターちゃんとノルちゃんの、っていうか、みんなの、みたいに言うんだよ。みんなに喜んでもらいたい。みんなが幸せだったらいいな。そういう欲求って、
ある時抑圧し始めた人たちもいるかもしれないだから、人の本性なんだよね。だからビジョン、見晴らしってのはいつもね、自分がしたいことするっていうモチベーションだけじゃなくて、したいことをしながらみんなにハッピーにジョイフルになってもらいたい、こういう願望、いつも人類だったら言葉を用いてね、誰かに育ててもらった経験がある人類だったら、誰かに愛情を持って育ててもらったことのある人類だったら、みんなこれはね、当たり前に抱くことだと思うんです。ということで、この続きはまた明日後半にお楽しみに。姫、この世に生を受けし者ならば皆、内心は晴れやかなるのび拙者武田の軍勢、織田の軍勢双方へ働きかけてみようと思っておりまする。さぶりみなる、良きに計らえ。